こんわさびーむ。日本語 V ティーチャーのわさびです。10月と11月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので、適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず今月の日本のコーナーです。10月は別名神無月、11月は霜月と言います。霜月の由来はとても簡単で、霜が降りる月だから霜月になったと言われています。一方、10月の神無月には少し面白いエピソードがあります。このないは昔の漢字の使い方でのという意味です。つまり10月は神様の月なんです。でも漢字の本来の意味の通り、10月は神様のいない月でもあるんです。島根県にある出雲大社。毎年10月になると日本中の八百万の神様が出雲大社に集まって大きな会議、神計りを開きます。ここでは神様たちが男女の縁、出会いと別れや農業について話し合うと言われています。この会議は1週間も続くので、その間各地の神様は出張中で神様がいない月なんです。その代わり島根県では昔から10月のことを神有月と呼んでいるそうです。今では出雲大社は縁結びの神様としてとっても有名です。恋人が欲しい、付き合いたい人がいるって人はぜひ一度出雲大社にお参りしてみてはいかがでしょうか。わさびニュース。大人気漢字道場のコーナーです。まずは先月の宿題を確認しましょう。これなんと猫の子子猫、獅子の子子獅子と読みます。すごく簡単な漢字だけど、実は4つも読み方があるんです。びっくりですよね。これは約800年くらい前に作られた言葉遊びです。昔、天皇が住んでいた御所に立て札が立てられました。天皇が小野高村という賢い役人に、これなんて書いていると思う？と尋ねると、天皇がいなければいいのに、と書いてあります。と答えたので、怒った天皇が、じゃあこれはなんて読むんだ？と聞いたら、高村は、猫の子子猫、獅子の子子獅子と答えたので、天皇はすべてを納得して怒るのをやめたという言い伝えがあるそうです。このように日本では昔から漢字で言葉遊びをする文化があります。漢字はすべて中国から入ってきたものだと思われがちですが、実は日本で作られたオリジナルの漢字、国字もあります。では問題です。この中のどの漢字が日本オリジナルの漢字でしょう？わかった人はコメントに答えを書いてくださいね。答えは来月の漢字道場で発表します。わさびニュース。ではここで今月の慣用句を一緒に勉強しましょう。今月の慣用句はこれ。借りてきた猫。これはいつもと違ってすごくおとなしい、すごく静かだという意味です。この慣用句は上司の前ではいつも借りてきた猫のようになるや、弟は家では元気なのに
学校ではまるで借りてきた猫のようだのように使います。日本人はよくシャイだと言われますが、シャイにもいろいろな日本語があります。ぜひいろいろな言葉を使い分けてみてくださいね。わさびニュース。今日最後のコーナーです。マシュマロもぐもぐでは小さな質問や皆さんからもらったコメントを読んでいます。マシュマロのリンクは概要欄に貼ってありますので気軽に送ってくださいね。では最初のメッセージです。YouTube 登録者1000人おめでとう。そうなんです。皆さんのおかげでついにチャンネル登録者数が1000人を超えました。本当にありがとうございます。1000人になる瞬間を見てくれていたのかな。すごく嬉しいです。1000人を記念して前のライブ配信で約束していた日本語の歌で日本語を勉強する動画を作りました。ぜひチェックしてくださいね。いつも本当にありがとうございます。次のメッセージです。英語のメッセージをもらったので日本語にして読みたいと思います。N5 の勉強のためにどのコンテンツから始めるのがベストですか？そうですね。私のコンテンツだとベーシックジャパニーズレッスンやディクテーションのシリーズ、フレーズのビデオなどがおすすめです。あと実は11月からは JLPT のレベル別クイズを作っていく予定なので、ぜひそれをチェックしてもらえると嬉しいです。一緒に頑張りましょう。では次のメッセージです。くれるともらうの違いは何ですか？これややこしいですよね。違いは主語なんです。くれるは物を渡す人にフォーカスしています。先生は私に本をくれました。もらうは物を手に入れた人、つまりゲットした人にフォーカスしています。私は先生に本をもらいました。これは私は先生から本をもらいましたと言い換えることができます。わからなくなったときは、くれるイコール give me を思い出してください。これはよく間違えるポイントなので、改めてビデオを作ろうと思います。ぜひ通知をオンにして待っていてくださいね。今日最後のメッセージです。まず選択と選ぶについて。そうですね。選択の方がフォーマルで、選ぶはカジュアルです。選ぶという動詞は選択の他にも選出とか選考など選がつくいろいろな名詞を作ることができます。この理由で選択を選ぶに言い換えることができても選ぶを選択に言い換えることができない場合があります。なので選ぶはいろいろな意味で使うことができて便利です。次はざるについて。はい、ざるはないという意味で正解です。知らないを意味する知らずという言葉の他のフォームです。今の日本語では知らざるという言葉はあまり使わないんですが、サムさんが言いたいのは知られざるですか？これは知られていないというフレーズです。最後に勉強のモチベーションについて。まずは言葉を勉強して何をしたいかを考えるといいと思います。例えば日本語を勉強して日本の大学に入りたいのか、字幕なしで映画を見たいのか、ルビなしの小説や漫画を読みたいのか、それとも日本語で友達と話したいのか、目的によって
どんな勉強をするのかが変わってくるんじゃないでしょうか。正直言葉は文法や発音が間違っていてもだいたい伝わると思います。でも自分がどんな場面で日本語を使いたいのかをイメージすると、自分に必要な日本語のレベルが見えてくると思います。そのレベルがわからないときは JLPT などのテストを受けてみるのもいいですね。基本がわかるようになればいろいろなことに挑戦できると思います。日本語をどんな風に使うか、何をするのか想像するだけでワクワクするね。サムさんのこれからを応援しています。わさびニュース。さて、今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。ここまで聞いてくれてありがとうございました。今月のニュースへのコメント、文法の質問、マシュマロなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。気軽に送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびー。